夏が来るととっても元気になる植物があります。それはお部屋の中で楽しめる、インタリアグリーンにもなる観葉植物です。夏こそ観葉植物を楽しもうということで、私もちょっと難しいなって思っている部類ではございます。なんか1年間の中で夏はうまくいくのに冬になったら突然枯れてしまったり、なんか長くて3年かなというような感じなんですけど、これは今年こそは上手になりたいなと思って少し勉強しなくっちゃと思って勉強したらですね、なぜ私が枯らすのかっていうのがよくわかりました。一つずつ性質を覚えてたくさんの種類を勉強していくのはとても難しいことだなと思ったんですけれども、実は調べると観葉植物には種類がございました。で、特に私が育てているものを種類別にお話をさせてもらいます。まず、アロイド系っていう植物がございます。これはこのモンステラちゃん、これをはじめとしてとても私の中では強くて育てやすいなと思っている観葉植物です。なんとなく葉っぱが大きかったり、穴が開いてたり、ギザギザが入ってたりっていうことで、本当に南国チックな植物だなと思います。で、これは総称して呼んでる系統で、どんなものがあるかというとですね、例えばこのよくあるアンスリウム、これはね、お花が可愛い子でよくあるのではないですけど、こういうアンスリウム、白い花とか赤い花とかありますね。アンスリウム。そしてポトスとかもそうかな、強い子。そしてこの子はスパティフラムの2個。スパティのね、葉っぱと一緒ですよね。2個。ニコニコって覚えようかな。これとか、私が今年一番推しなんですけれども、カラテア。この白の入り方がはっきりして涼やかじゃないですか。この子育てたいなと思っている一つです。そして、こちら。私は大きくしましたけど、かっこいいですね。これはレイブンっていうんですね。ザビオクルカスレイボン。あと、モンステラの斑入りであったり、ね、こういうね、斑が入った子。ちょっと高いんですね。どちらかというと、強い子のアロイド系は手に入れやすいんだけど、斑が入った子がレアなので、ちょっとお値段が張ります。で、去年から私がとてもお気に入りの子ですね。難しい名前が。エピプレムナム、ピナツムマーフ。この子たちの特徴はですね、乾いたらお水をあげるっていう特徴なの。ね。そうしてこの子たち。霧吹きもね、してあげたら、葉水も欲しい子たちではありますね。だから生息しているのが、熱帯の地域だからジャングルの中とかと思えばわかりますよね。ムンムンしてる感じ。ね。そして、系統を違えて言えば、もう昔から好きなアジアンタ。この子たちは、シダ系です。シダの仲間なの。これもね、東南アジアチックではありますけど、そしてアジアンタムの種類には、今、いろんな子が出てます。なんか、アジアンタムの葉っぱが一個一個大きくなったような子であるとか。で、枯らしても育ってるハートファン。これ大好きなんですよ。もうどれだけ枯らしたか。ここに行くと、結構皆さんこれもっと大きくして観葉植物で育てるのをよく見て、で、すごい憧れの植物の一つです。はい。で、この子たちの水やりが、乾く前にあげる。ね。シダ類なんで、乾いたらもう終わりです。カピカピになっちゃって戻らなくなります。それに、引き換え、こっちのアロイド系は乾いてからあげる。もう全然違う種類なのに、例えば、
この子も乾いたらあげようとか、そんな風に思ったり。ね、一緒のように水で、週に1回一緒のように水やりして、あっちゃー乾いちゃった後でカリカリになっちゃったり。逆に、この子たちが水が欲しそうだからと言って、こちらのアロイド系にお水をやると、調子がすっごい悪くなります。なので、自分が育ってる観葉植物がどっちに当てはまるかっていうことをちゃんと勉強して、で、育てていけば楽ちんになるかなと思います。なんか、お外のものって大体乾いたらお水をあげるっていうサイクルなのね。だから外と同じように考えてたんですよ。それでシダ系が全然ダメだったなと思います。そして、あとは、観葉植物の大きな木とかね、花が咲くものとかは、観葉系の、低木であったり、花木であったりっていう、お外にね、南国に行くと、自分とこの観葉植物がすっごい巨木になってて、葉っぱが大きくて、うちの観葉植物がこんな大きくなるんだって思いますけど、そういう植物たちです。エバーフレッシュだったり、ウンベラータだったり、いろいろありますね。ガジュマルもそうかね。南国で育ってる木っていうことです。だから寒さが好きじゃないので観葉系です。あと、私が今日教材に使いたり、香りのいい花を咲かすマダガスカルジャスミン。これはジャスミンじゃないんだけど、ジャスミンのようないい香りの花を咲かせてくれて、マダガスカル島にあるからマダガスカルジャスミンって言うんですって。あと、この子、夏が来ると涼やかなアスパラですね。食べるアスパラの葉っぱに似てるというか、系統一緒です。この子たちも外の花木の草花の育て方と一緒です。あと他に観葉植物として使えるものは多肉植物があったり、そうそう、お水がいらないこの子たちもありますね。全くお水がいらないとされている。空中でこう生きているような、こういう子たちもいますけど、全く全然種類が違うので、同じようには考えられないなと思います。全く水あげていません。はい、ということで、このシダ系、特にシダ系と、そして、こちらのアロイド系っていうのは、育て方が全然違うっていうことを皆さん、肝に銘じて育てましょう。はい。じゃあ、今日はどうこの夏、この子たちを楽しむかという、おしゃれな楽しみ方をご紹介したいと思います。では、こういう小さいポットのままだと大きくならないので、ちょうど今の時期だと植え替えに適しています。なので、ガラスのポットに植えたいと思うんですけど、実はこの子たち、先生穴開けたって言われたんですけど、穴が開いています。それで、お皿もついてる。こっちの可愛いドットのプツプツの子もあります。この子も穴が開いています。今、この2種類を販売しています。これね、そんなにお高くないんですよ。こちらの子が1800円。お皿までついて。こちらが2000円になると、ぜひお買い求めください。ガラスを使うと、もう一度、いっぺんにこう夏らしい雰囲気になる。今日はそれをちょっとやってみようかなと思うんですけど、ちょっとまずは、このドットの子に、この子を植えていきたいと思います。この今年私が一押しの子、カラテアホワイトフュージョン。アロイド系だから乾いたら水をあげる。これなら私にもできそうです。はい。じゃあ植えたいと思うんですけど、まず土はですね、ヤシの実のチップが入ったベラボンを土を1対1で作りました。だからもうかなり軽い土になっています。水持ちも水はけも良いかなと思います。なので底土は入れず、底石ね、入れずもうこれを入れて入れたいと思います。この落として土を入れ替えてあげますね。
じゃあここに入れて、肥料も入ってます。水を入れるとこう全体にいらない水だけ捨ててくれて、いる水だけこのベラボンのチップが吸収してくれるので、水かけが楽ちんになります。なので私は1対1にしています。はい、はい、できた。エピプレムの難しい名前です。この子もちょっと根鉢崩しておきます。はい、じゃあこの子と私が好きなアスパラがね、すごい涼やかで好きなんです。じゃあこのパンチ、ここに入れようかな。水やりが同じタイプの子を入れないとうまくいかないのは当たり前だなってさっきね勉強して思いました。アスパラは一緒な感じかな。花苗と一緒、植物ね、お外の野菜とか同じアスパラと一緒なので、乾いたらあげるっていうので、このアロイド系の子と一緒なので、シダとかと植えたら大変かもしれません。寄せ植えしたらまた雰囲気がね違いますよね。下に向いてこう伸びてくるこの子の性質に、上に向いて絡まりながら大きくなってくれるアスパラさんを入れて、ちょっと変化に富んだ寄せ植えをします。かわいい、涼やかです。はい、最後にもう一つマダガスカルジャスミンを置きたいなと思っています。で、この子なんですけど、だいたいこうあんどん仕立てになってるのね。このままだと花はこうくるけど、なんか私から見るとおしゃれじゃなく見える。せっかく花が咲くのに、この子の性質でつる状になったり上から降りてきたりできるので、そういう位置で育てたいと思います。なのでこの支柱をまずのけることからしたいです。はい、ここ4本支柱が立ってるんです。ワイヤーの緑の。それをね外したいんですけど、なかなか巻きついてるんで、すごい巻きつき方なので外れませんので、もうこの子たちを1本切ります。こうやってそうとくるくるねじってやるから、よし、ここまで来たら取れました。取れてきました。で、よいしょ、花も無事取れましたね。ちょっと大変でしたけど、じゃあこの子を植えますね。こんなに根が張ってます。お花も咲いてるし、ちょっとあまりにも根張ってるから崩れないかな。ほぼ真ん中になればなるように。これで土を入れます。水をたっぷり入れるとこの中が膨らんできてちょうどぴったりになるのでできました。はい、最後にね、育てるにあたり、水やりは洗ってやるいは
乾いてからシダ類は乾く前全く違うね。同じ日にやるだなんてもってのほかでした。なので、しっかりと種類をね違うということを確認して水やりをその子に合った水やりをしてください。そして、あとは栄養剤もね欲しいので、ガーデンズがおすすめしているのはこのマイプランツっていうタブレットですね。住友化学園芸が出しています。そしてこちらは虫から優しく守るミスト。やっぱりお部屋の中で虫が湧くとねとても嫌です。結構ね湧きやすいんですよね。最初にちょっとしたのがついてきてたり、他のについてる子が飛んできたりして後から辛いなと思いますので、ぜひぜひこれを使ってもう常にシュッシュシュッシュやっとけばつきにくくなります。はい。もうね一番嫌なのは貝殻虫。あれね、もうなんかこのね全然取りにくいとこ、歯ブラシでも取れないようなところに点から始まるのよね。それが気がついたら点々増えて大きくなっちゃって、一つにいるとみんなに行くので、もう本当に早いうちに見つけてシュッて一振りします。そしてこの子はマイプランツの歯をきれいにするミストです。ホコリがたまるね、どうしてもお部屋にあると。そしてホコリを一枚一枚取るってすごい難しいじゃないですか。この子だと霧吹きをすれば葉っぱも栄養がいくというかきれいになるし、ホコリも取れて一石二鳥です。これね、こうやって拭くと、これ葉っぱの上とか下とかで拭いたらいいんですよ。で拭いて、そしたらホコリとともに落ちてくれます。で、つるっとツヤが出てきれいになってくれます。でも本当にね、葉っぱの汚れ取るの大変なのね、ホコリを。なので、いっぺんにきれいになってくれるミストなので、これもおすすめです。マイプランツシリーズは、なんかパッケージもおしゃれ。ガーデンズでは3本セットでオンラインで販売します。こうやって、いろんなものを助けてもらいながら、本当にこれは家庭の薬箱に入れてほしいですね。植物の薬箱。ね、そんな感じで3つ持っとけば急ぐ間に合います。この夏、もうお外は水やりと手入れだけ、なかなかね、新しい植物をお迎えできないので、観葉植物はもう今一番出回ってるの。近くの園芸店ホームセンターに行ったら、好きなのがあるはずです。はい。ガーデンズに夏来られたら、変わったのを結構集めておりますので、ぜひいらしてください。